皆さんこんにちは。 Speak Japanese Naturally のふみです。このポッドキャストでは中級者、上級者向けに日本語や日本文化を紹介していきます。料理をしたり、運転をしたり、何かをしながら聞いてください。シャドーイングに使う場合には、音の高低、つまり音の上がり下がりにも注意してシャドーイングしてみてください。英語の字幕が見たい人は YouTube チャンネル Speak Japanese Naturally Podcast で設定から出すことができます。毎週木曜日夜7時更新です。ぜひチャンネル登録して聞いてみてください。改めましてこんにちは。今日は5月23日金曜日です。このエピソードがアップされるちょうど1週間ぐらい前になると思います。私ずいぶん前に一人旅ができないというお話をしました。一人旅っていうのは一人で旅行に行くことです。で、その後一人で行きたい場所ができて、そこに行く予定を立てた話をしました。で、その旅行に先週の金曜日から3泊4日で行ってきましたので、その話を何回かに分けてしたいと思います。で、今回のは完全な一人旅ではなくて、2日目の夜と3日目は案内してくれる方がいたんですね。で、だからだと思うんですけど、すごく思い出に残る旅行になりました。そこに住んでいる人と話をしたり、そういう交流したりするっていうのが一番の思い出になる部分だと思うんですけど、そこが多かったです。だからすごく良かったです。3泊4日の全体の動きとしては、移動が多かったです。まず、羽田空港から広島空港に行って、で、広島県内で、有名な宮島と平和記念公園に行って、それから、尾道、福山に行って、あと皆さんしまなみ海道っていうその広島の尾道から、四国の今治をつないでいる道路というかね、橋というかあるんです。で、そこを通って四国に行って、それから松山あたりを観光して、松山空港から羽田空港に戻るというものでした。場所の名前を知らなかったらどこの話だろうっていう感じだと思うんですけど、とにかく結構移動する距離がありました。せっかく遠くまで行くからあそこも行ってここも行ってとか考えたら移動が多くなっちゃいました。でも電車とバス、そして飛行機はもちろん路面電車って言って線路じゃなくて道路を走る電車があるんですけど、その路面電車にも乗れたし、船にも乗れたし、あとなんとリフトにも乗りました。リフトって、スキー場とかで坂の下から上に行くときに乗るあれですね。手を離したら落ちちゃうやつです。で、それにも乗ったりして、つまり移動が多かったんですけど、いろんな乗り物に乗れてよかったです。私多分乗り物に乗るのは好きなんだと思います。で、1回では話しきれないので何回かのエピソードに分けて話すんですけど、今日は、1日目とそれから2日目の朝の話をします。どこで何をしたという話をするので、ぜひ想像しながら聞いてみてください。行ったこと
ことある人は想像しやすいかもしれないですね。行ったことがない人はそのリンクを貼っておくので、後でどこの話だったのかなって見てみてください。では始めます。まず1日目です。1日目は朝4時40分に起きました。そして5時15分に自転車で家を出ました。本当は夫が車で送ってくれるって言ってたんですけど、その前の日に急に夫が具合が悪くなっちゃったんです。具合が悪くなるっていうのは病気になるってことです。ただ病気になるというと、病気の名前がつくような手術が必要なようなひどい病気っていう感じです。で、ちょっと熱が出たとかね、気持ちが悪いとか、そういうのは具合が悪くなると言います。で、ちょっとね、結構調子が悪そうだったんで、一瞬旅行をキャンセルした方がいいのかなって一瞬思ったんですけど、夫が全然大丈夫だから行ってきなっていうんで、行ってきました。でも心配だったんで、私がいない間のその夫の飲み物とかあまり食べられない感じだったんで、ゼリーとか買って、あと息子たちには、朝ごはん用には自分たちで食べれるようなパンを買って、あと夫が夕食を作ってあげられないから、レンジでチンできる冷凍食品をいくつか買って置いてきました。あとすぐ作れるようにインスタントラーメン、それからあと冷凍のうどんも茹でるだけだからね、簡単なので、そういうのも買って置いてきました。で、夫の方は多分その後、3日目ぐらいには良くなってたみたいなんで、本当に良かったです。で、私は5時40分の電車に乗ったんですけど、そんなに早い電車に乗っても羽田空港に着くのは8時半とかなんです。もう山梨って本当に田舎だなって思いました。私が住んでいるのは山梨県の甲府市というところなんですね。だから羽田に行くのもちょっと一苦労なんです。で、ただ後で思ったんですけど、その広島だったら飛行機じゃなくて新幹線で行った方が多分良かったです。宮島も平和記念公園も広島空港からじゃなくて広島駅からの方が便利でした。で、その辺もよくわからないで飛行機にしちゃったんで、後からちょっとだけ後悔しました。でも飛行機に乗りたかったんで、それはそれで、よしとします。で、飛行機は格安チケットって言って、安いチケットを買いました。で、そのチケットの引き換えを空港でしないとだったんですけど、それが羽田空港の第一ターミナルにありました。羽田空港は行ったことがある人も多いと思いますが、第一ターミナルから第三ターミナルまであります。で、ターミナル同士の距離が、結構ありますよね。で、私のチケットは第一ターミナルで引き換えないとだったんですが、飛行機は第二ターミナルから出発するものでした。だから、第一ターミナルから第二ターミナルまでバスで移動したんですけど、遠かったです。バスに乗っている時間は、3分で無料のシャトルバスだったんですけど、そのバス停までの距離も遠いし、バス停がいっぱいあるんですよね。だからなんてめんどくさいんだって思いました。なので広島空港に着いた時感動しました。
宮島行きのリムジンバスを予約してたんです。でも飛行機が遅れて、飛行機が空港に着陸してからバスの出発時刻まで、5分ぐらいしかなくて、もう乗れないってドキドキしてたんですけど、空港が小さいので、もう飛行機の出口から降りてきて空港の出口まですぐで、出たらもうすぐバス乗り場だったんです。で、羽田空港ではこうバス停もたくさんあるから、こう長い距離をこう歩いて、やっと目的のバスに乗るっていう感じなんですけど、広島空港は迷わない感じで、出口の目の前にもう宮島行きのバス停がありました。で、しかもよく考えてみたら、宮島行きのバスに乗る人って羽田から来た飛行機の人ばっかりなんですよね。だからその飛行機が遅れたら待っててくれるはずなんです。だからドキドキする必要なかったなって、バスに乗ってから思いました。で、そのバスも8人乗りで、バスっていうより、車でした。で、そこに3人しか乗ってなくて、すごく良かったです。ゆっくりできました。1時間ぐらいで、宮島の船というか、フェリーに乗るところに着いて、で、そのフェリーで宮島に行きました。皆さん、宮島は知ってますか？有名ですよね。宮島は日本三景の一つです。三景は3つの景色と書きます。つまり、日本で最も綺麗な景色の場所を3つ選んだら、その中の1つということです。神社のその赤い鳥居が海の中に立ってる写真を見たことはありますか？それが宮島の厳島神社の、鳥居です。知らない方はぜひ宮島って検索してみてください。ひらがなでも大丈夫です。で、その厳島神社は海に近いところに立っています。近いところっていうか、もう浜辺に立っていると言っていいですかね。で、海って潮が満ちたり引いたりします。つまり時間によって水の高さが変わります。潮が満ちるは、水位、水の高さが一番高い時です。で、潮が引くというのは水の高さが低い時です。つまり海がもっと遠くに行くので浜辺が、広くなります。で、ちなみにこの時の潮は、山水に朝と書く潮です。料理に使う塩ではない漢字を使います。で、潮が満ちてる時はもう神社まで水が来ます。神社の廊下が高くなっていて、その下に海の水がある感じです。だから海に浮いているように見えます。で、有名な赤い鳥居は神社よりもっと海の方にあります。鳥居って普通は神社の入り口にあるものなんで、もしその鳥居が入り口なんだとしたら、厳島神社は、海からこう神社に入るようにできているっていうことになります。昔は実際にこう海の方から小さい船に乗って鳥居をくぐって島にお参りに来たそうです。つまりその島全体がもう神聖な場所だったっていうことです。で、今はもちろん陸からの方の入り口で、お金を払って神社の中に入ります。で、ただ鳥居のある場所はお金を払わなくても
入れる場所にあります。こう浜辺を散歩してると行けるっていう感じです。で、私が最初に鳥居を見た時は、鳥居のすごく下の方まで海の水が来てて、鳥居までは歩いていけない感じでした。でも私が鳥居が見える喫茶店で、お茶をしてたんですけど、こう窓から鳥居が見えるんですね。でこうふと顔を上げて鳥居を見たら、水が引いて人が鳥居の下まで行っているのが見えたんです。びっくりしました。いつの間にっていう感じでした。でコーヒーを飲み終わってから鳥居に行きました。で鳥居が立っているところまで行けたんで面白かったです。鳥居がいつも海の水で沈むところまでは、何か貝みたいな何かがこうびっしりついてて、ちょっとね気持ち悪い感じでした。そういうのがね見れてねよかったです。そうで、だから私が宮島に行ったのは潮が引いてた時になります。なんですけど、写真で見るとその潮が満ちてる時、もうこれもまたすっごい素敵なんですよ。それこそ海の上に神社があるっていう感じなんで、だからね、どっちで行ったらいいのかが本当に悩むところだと思います。で、私はまあ時間的にあの時間しか行けなかったんで、仕方ないんですけど、多分その水が神社の下まで来てる時ってまた風景が全然違うと思います。それもね面白いんだろうなって思います。潮が満ちてる時と、引いてる時の写真を探してリンクを貼っておきますね。よかったら後で見てみてください。で、宮島には鹿がいました。鹿って角の生えてる動物ですね。私は宮島に鹿がいるって知らなかったので、びっくりしました。ただ鹿が、観光客の捨てた食べ物の紙の袋というか、そういう紙でできた何かを食べようとしてたんです。後で旅行中に会った方が言ってたのが、宮島の鹿は餌をもらってないってことでした。だからお腹が空いてゴミを食べようとしていたんだと思うんです。で、調べてみたら2022年に、餌やり、ご飯をあげることが禁止されたそうです。理由は宮島の鹿は野生の鹿だからだそうです。野生っていうのは、自然の中で生きている動物で、人間が飼っていないものです。で、本来は鹿は山に住んでいて、で、それなのに山から降りてきて人間から餌をもらうようになると困るということで、鹿せんべいも2019年から売っていないそうです。鹿せんべいって奈良でよくね売っているんですけど、鹿にあげるために買う、鹿のご飯ですね。奈良には鹿がいるって皆さん知ってる人も多いと思います。奈良公園の鹿って有名ですよね。で、奈良の鹿は観光客のくれる鹿せんべいを食べてるんですけど、宮島の鹿は何ももらってないってことです。で、それをね、問題だってする意見もあるそうです。ちゃんと餌をあげるべきだっていう声ですね。で、私はどっちが正しいか、わからないんですけど、一つ言えるのは、ゴミは捨てないでほしいってことです。ゴミをその辺に捨てると、その殻の入れ物を
鹿が食べて体に悪そうですよね。だから本当にゴミを捨てるのはやめてほしいと思いました。食べ物をテイクアウトした場合、食べ終わったゴミはゴミ箱がなかったら買ったお店に持っていけば、普通は引き取ってくれます。もらってくれるってことです。もちろん皆さんは捨てないと思いますけどね。で、宮島には観光客がたくさんいました。特に外国からの観光の人が多かったです。で、それも団体で来てる人がすごい多かったです。20人ぐらいの団体とか、結構大きいグループをいくつも見ました。そう、一人でいる人、あんまりね、見かけなかったですね。うん、多分、一人でいる人は目立たないからだと思います。はい、そんな感じで、宮島で2、3時間過ごして、それから、広島市内の、平和記念公園というところに路面電車で行きました。宮島からこうフェリーで戻ってきたすぐそばに路面電車の駅がありました。ただ改札がないんですよ。で、駅員さんもいなくて、で、ただそのドアは開いてるんです。だからこのまま乗っていいのって感じでドキドキしながら乗りました。で、乗った後もどうやってお金を払うのかなってこうドキドキしながら私は周りを見てました。で、私の周りの人は地元の人っぽくて、地元の人ってそこに住んでいる人っていう意味です。途中で、小学生とか高校とか多分学校があるところの駅からそういう学生とかもねたくさん乗ってきたりしたんですけど、みんなこうなんかよくわからないけれども地元の人が使うカードみたいなのをこうピッてして乗ってきて、でまたそれをピッてして降りていくんですね。で、私はスイカを使いたかったんですけど、スイカは乗る時にはピッて読ませなくていいって路面電車の中のポスターみたいのに書いてあったんです。で、だからみんなが使ってるのはスイカじゃないんだなって乗ってくる時にピッてしてるから、そう、じゃあスイカはどこにピッてやるのかなって思いながら、もうなんかずっとドキドキしてました。で、最終的に運転手さんの横に、スイカ用の機械があって、そこでピッてやるだけだったんですけど、それがまたちょっと変な形をしてたんです。普通よくあるのはこう四角い平面のそのガラス面のみたいなのがあって、そこにこうなんか丸いマークみたいのがあって、でそこにピッてやればいいってわかるんですけど、その路面電車のはなんだろうな、ちょっとそういう形じゃなかったんですね。で、どこにピッてやったらいいかわからない見た目をしてたんです。私がね、緊張してて、よくね、見えなかったのかもしれないです。私、緊張してると、人の言ってることがこう、頭に入ってこなかったりするんですけど、その時も、あれ、どうしたらいいのかなっていうのが結局よくわからなくて、そしたら、運転手さんがやってくれました。でももう私なんかすごくそれが恥ずかしくって、もうささささって逃げるように降りました。一応ね、お礼は言ったんですけど、もうね、なんでそうなんでしょうね。うん。私、本当にこう、飲みの心臓なんですよ。飲みって、猫とか犬とかについて血を吸うやつです。ダニではなくて、飲みは、ちょっと黒くってね、ピョーンって跳ねるやつです。で、すぐこう何かあるとドキドキしちゃって、緊張しちゃう。気が小さいって言うんですけど、そういう人のことを飲みの心臓って言います。もうね、私本当にそれなんですよ。で、今となっては
なんであんなにドキドキしたんだろうって思うんですけど、何かを初めてやるときはどうしてもドキドキしちゃうんですよ。嫌になっちゃいます。まあ無事でも原爆ドーム前で、路面電車を降りて、で、平和記念公園に行きました。そこは1945年に原爆、原子爆弾が落とされて、それを忘れないってことで被害に遭ったそのドームがそのまま残されている公園です。で、公園はすごく広いんですけど、あのその中に、原爆資料館っていうのがあって、原爆がどこに落ちたとかでどれくらいの被害があったのかとか、その時とかその後亡くなった人たちの話が、例えば服とかね、なんかそういうものと一緒に、展示してありました。で、私高校生ぐらいの時、もうずいぶん前ですね、に資料館に行ったことがあります。その時は人形があったんです。原爆が落ちた後、その街を歩いているやけどをした人たちの人形です。で、こうね、皮膚がね、ペロンって剥がれて、それが爪のところで引っかかって、そのね、皮膚がその手からね、ぶら下がっている人形なんですよ。もうね、本当に怖かったです。で、ただその人形は資料館が新しくなる時になくなりました。だからね、今はないんですけど、もうその印象とかがあって、もう資料館に行くのにちょっとね、抵抗があったんです。抵抗があるっていうのはこう嫌だなって思う気持ちのことですね。で、ただね、なんかこう広島に行くのに楽しいことだけしたらいけない気がして、なんかそういう歴史をなかったことにしたら広島の人に失礼な気がして、行ってきました。で、やっぱりすごく重かったです。あの誰々さんっていう人がこういう状況になったとか、もうね、読んでると涙が出てきちゃうんですよね。例えばなんかお母さんが大やけどした娘の看病をねしてたんですけど、そのお母さんの方が原爆症って言って、その放射能分かりますかね、その核原子爆弾とかああいうのから、そのただの熱と光だけじゃなくて放射能っていうものが出るわけですよね。で、それがすごい体に悪さをするんですけど、それでそのお母さんの方がやけどしてないんだけど先に死んじゃって、でその1ヶ月後ぐらいにその娘さんもね苦しいまま死んでしまったっていう話が書いてあったりしたんです。もうそのお母さんが病気になった後、その子を世話してくれる人もいなかったんじゃないかって思ったらね、もうなんか私には娘がいるんで、娘がそういう状況になったらってね、想像したらね、もうね、なんかね、本当にやっぱ涙がね出てきちゃうんですよね。で、辛かったです。あので、そんな感じだったんで、もう資料館を出た後なんかすごく暗い気持ちになって、で、最初はね、広島って言ったらお好み焼きなんですよ。お好み焼きって小麦粉でねできた食べ物なんですけど、広島のお好み焼きっていうとこう焼きそばが入っていて、なんか独特で有名なんですね。でもなんかもうそういう記録がなくなって、もうまあ朝も早かったし疲れてたし、そもそもね一人でお店行くとか嫌いなんでね、もういいやってコンビニ行ってご飯買おうって言って、コンビニでサラダとビールを買って、でホテルでテレビを見ながら、
ゆっくり過ごしました。で、そのホテルに、休息シートっていうのがあったんです。休息っていうのは普通は休む息って書くんですけど、これは休む足って書く休息です。もともとはない言葉で、多分メーカーが作った言葉だと思います。その商品をね、作った人たちが作った言葉ですね。ただ素晴らしいネーミングだと思います。こう足の裏か、足首のところとか、あとふくらはぎって言って、なんだろうな、足の膝の下ぐらいのところとかね、そういうところに貼るといいらしいんですけど、貼るとヒヤって冷たいシートなんです。で、私はそれまでその休息シートとか、名前はいろいろ違ったりもするんですけど、そういうのがあるっていう存在は知ってたんですけど、使ったことはありませんでした。でも、チェックインした後、ホテルのアメニティの置いてあるところを見ていたら、櫛とか歯ブラシとか、お風呂に入れるバスソルトとか、そういうのが置いてあるところに、休息シートもあったんです。で、あら、じゃあ使ってみようかなと思って、それをもらってきて、使ってみたんですね。そしたらもうこのいっぱい歩いて疲れた足の裏をひんやり冷やされて、すっごく気持ちが良かったです。あんまりに気持ちよかったんで、その旅行から帰ってきてから、まずね、その休息シートを買いに行っちゃいました。本当に気持ちが良くて、おすすめです。今夜もお風呂の後、休息シートを足の裏に貼りたいなって今からワクワクしてます。はい。で、そんな感じで、1日目が終わって2日目になりました。で、朝はホテルが朝食付きで、朝食会場で好きなのを食べていいビュッフェになっていました。ですごく印象的だったのが、乳安ヨーグルトの乳酸菌飲料があったことです。ちょっとわけがわからないと思うので説明しますね。私の昔の思い出に関係するんです。まず、乳安ヨーグルトっていうのは、乳安っていう会社が作っている、ヨーグルトで、乳安ヨーグルトっていう名前で売ってるんですけど、昔私が、小学生で中学生だった時に給食で出てたんです。日本は大体の地域で給食というものがあります。給食っていうのは小学校と中学校で用意してくれるお昼です。で、カフェテリアとは違って、メニューはもうその日のメニューが決まってて選べません。で、毎月、メニュー表がね、配られて、この日は何っていう、もうね、決まってるんです。で、給食は、学校で作ったり、給食センターみたいなところでね、一気に作って、たくさん作って、その近くのいくつかの学校に運んだりするんですけど、みんなで、教室で食べます。で、その給食で、私が小学生、中学生だった時に、時々乳安ヨーグルトが出てたんです。で、私それが大好きだったんです。ただ、やっぱり給食がなくなってから、高校生以降、あまり乳安ヨーグルトを見かけてなかったんですね。それが、なんかどうもここ数年、またスーパーで見るようになって、で、あれ、乳安ヨーグルトだとか思ってね、最近時々買ってたんです。私の好きな乳安ヨーグルトがホテルの朝ごはんに置いてありました。
で、飲み物コーナーに行ったら、広島のソウルドリンクって書いてあって、土安ヨーグルトの乳酸菌飲料が置いてありました。乳酸菌っていうのはヨーグルトとかにも入ってるんですけど、腸にいいって言われている菌です。で、皆さんがもしヤクルトっていう飲み物を知っていたら、あれは乳酸菌飲料です。ヨーグルトドリンクっていうわけじゃなくて、もっとこうサラサラした感じの飲み物です。ソウルドリンクっていうのは、まあそんなによく使う言葉ではないですけど、その地域で親しまれている特別な飲み物という意味です。で、今ちょっと検索してみたら、アメリカのソウルドリンクは、ルートビア。韓国のソウルドリンクはバナナ牛乳って書いてあったんですけど、どうでしょうか？アメリカの方、韓国の方、本当でしょうか？まあ、ともかくすごく親しまれている飲み物が、ソウルドリンクです。で、それを見て、土安ヨーグルトが広島の会社だったんだってことを、初めて知りました。で、もちろんその乳酸菌飲料を飲んだんですけど、土安ヨーグルトの味がしました。あの、ヨーグルトじゃないのに土安ヨーグルトの味がしたんですよ。本当にちょっとどうでもいい話なんですけど、すごく幸せになりました。皆さん、もし日本のスーパーで土安ヨーグルトを見たら、ぜひ食べてみてください。可愛い男の子のイラストがついてます。美味しいですよ。で、それが広島の会社が作ってたってことで、2泊目と3泊目は別のホテルだったんですけど、そこでも毎回土安ヨーグルトが出てきました。すごいですね。ちゃんと広島のものを出すというその心意気、素晴らしいですね。あのどうなんでしょう。広島のホテルはどこも土安ヨーグルトを出すんでしょうかね。ちょっと気になりました。はい。で、ちょっとね、長くなってきたので、一旦ここで切ります。この後、広島の2番目に大きい福山市というところと、しまなみ海道の出発地点、尾道市に行ったんで、その話を、次回したいと思います。あの、尾道は島がいっぱいあるんですけど、その島に住んでる人の家に行ったんです。その動画は、もう一つのチャンネルに上げてあるんで、リンクを貼っておきますね。日本語は初級者向けなんですけど、風景がとにかくいいので、ぜひ見てもらいたいです。あの、海に島があるんですよ。で、その自転車と一緒に船に乗ったり、その島を自転車で移動したり、で、さっきも言ったように、島に住んでいる方の家にお邪魔したりしてます。ので、その動画ぜひ、見てみてください。で、最後に一つ宣伝をして終わりにします。さっき、ヨーグルトっていう言葉を出しました。カタカナ語って実はすごく重要です。外国の人の日本語が聞き取りにくいなって思う時って、カタカナ語のことがすごく多いです。で、もともと英語の言葉だったんであれば、その英語の発音の方が正しいって思っているかもしれないし、同じような音だから通じるだろうって思うかもしれないんですけど、日本人にとって、英語の音ってものすごく聞きにくいんです。だから、カタカナ語をもし英語風に発音したら何を言っているかわからないことが結構あります。で、それがあまり日本語が上手じゃないなって思われる原因にもなります。
だからそこはぜひ気をつけてほしいなって思います。で、私のサブスクコースでは日本語の発音、リズム、ピッチアクセント、イントネーションなどを教えています。で、そういうカタカナ語についても何に気をつけたらいいかってことも教えています。勉強になると思います。で、会員になってもらうと毎月発音チャレンジというものに参加できて、私からのフィードバックもありますので、よかったらぜひチェックしてみてください。では今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。また、高評価をしたり友達にシェアしてくださった皆さん、ありがとうございました。皆さんが聞いてくださるので楽しく続けられています。感謝しています。では、皆さん良い一日をお過ごしください。また次のエピソードでお会いしましょう。